いっす霊夢部長インスタを。おいっす今回は東方水長課の最新刊8巻で判明した新要素をご紹介していきますよ。前回はめちゃくちゃ気になるところで終わったし、もう終盤に差し掛かってるはずだから気になるぜ。ウェブ版で見ている方は大丈夫ですが、単行本で読んでいる方はネタバレになるので漫画を読んでからこちらで振り返るようにするといいですよ。まずはじめに東方水長課について軽く紹介しておきますよ。どんな漫画なのか復習になるし教えろよん。水長課は2019年9月発売のコンプエース11月号にて情報が公開され、同年11月発売の2020年1月号にて連載開始、翌年2020年8月に単行本第1巻が発売しました。東方水長課はずん氏が原作を担当する東方プロジェクト公式コミックとしては、東方山岳星東方暴月賞東方茨河線、東方鈴名庵東方地霊記伝に続き6作品目に当たります。水長課の主人公は奥野田美代であり、みんなからは美代ちゃんと呼ばれているよね。東方プロジェクトでは珍しく癖のないヒロインらしい可愛い系の少女ですよ。違いとしては他の少女に比べてたわんなことでしょうか。別にそこ言わなくてもいいから。美代ちゃんは人間の里にある居酒屋、ゲイドン亭の看板娘です。クジラをモチーフにした帽子をかぶった、ピンク髪と緑色の目が特徴。見ての通りその親しみやすさからか、大概ちゃん付けで呼ばれていますよ。実際にみよいちゃんは性格も基本的にめちゃくちゃいい子でお客さんのことを一番に思っていて、サービス精神も高く、了解だけの居酒屋も作ってくれたんだよな。あと仕草がいちいち可愛すぎるのでも有名だ。わざとやってるだろっていうぐらい天使みたいな仕草を良くして読者を癒してくれます。ただし能力などは未だに不明。能力は公式的に公開はされていないが他人の記憶を消している描写があるので記憶を消す程度の能力なんじゃないかと思われるよ。そんな可愛らしさもありながらどこかミステリアスな雰囲気を持ったみよいちゃんを中心に事件が起きたり解決したりするという話です。最近みよいちゃんの正体が分かったけどまだまだ謎な部分はたくさんあるよな。さて東方水長課という漫画について分かったということで、新刊である第8巻から判明した新設定などを紹介していきますよ。前回は確か巫女が人里にいる妖怪をあぶり出すために、賭博で目立とうと弟子の人と組んでイカサマではないけど、勝てる方法を使って目立っていたんだよな。そしてついに捕らえたってところで終わりました。今回はその続きからとなっていますよ。まずはじめに前回巫女がなぜあの賭博師の参与から何度も勝てたのか完全解説しましょう。駒草参与派妖怪の山で特定の日に賭場を開いていて、あの切れ者の真溝をすっからかんにさせるほど賭博技術を持っている人だよな。主なイカサマ方法はあのセクシーすぎる肩出しでミスディレクションを起こして細工をするようですよ。2つのバスケットボールでミスディレクションすな。そんな美しき賭博師参与になぜ多くの勝利を獲得できたのか。もちろん元の力ではない。真溝が怪しいと思って心霊病になんとそこには何かの儀式をしている人の姿が。太は巫女の弟子で風水を操る能力を持ってるんだよね。風水とは動物の森をやっている方はわかりますが、運気を呼び込む儀式的なものですね。その対面後二人は仲良くなり、太がイカ様の正体を打ち明ける。一触即発ムードだったのにめちゃくちゃ仲良くなってるじゃん。その太は風水の能力を使って巫女の運気の流れを変えていたのです。大師様はその運気の流れを見て勝ち負けを判断していたようだ。へえ、めちゃくちゃ便利な能力だな。人の運気を上げるなんて。それがただ運気を上げるのではなくて、運気の流れを変えるだけでそのかすかな運気を巫女は読み取ることができるらしく、それを使ってイカ様をしていたのです。つまり巫女にしかできない芸当ということね。また人の能力も非常にすごい。心霊病は幻想郷とは別の異界であり、その異界から巫女の運気を上げていたので、相当な術なのがわかりますよ。にしても謎がやっと解けたな。どうして参与にあんなにも勝てたのかは、風水を操る人とそれを読み取れる住人の話を同時に聞くことができる程度の能力を持つ巫女のコンボによるものだったんだな。ちなみにこれは巫女曰くイカ様ではなくて、賭け事の験担ぎの確定版とのこと。確かにイカ様っていうイカ様でもないもんね。そしてその後霊夢が巫女がなぜあんなにも勝てるのか運気を上げるコツを聞きに行きました。巫女と巫女の対面って激アツ展開だな。そしてとんでもない事実が判明するのです。なんと巫女は霊夢がなぜ運気がいいのか、その理由がわかるというのだ。霊夢の運気がいい理由には、ちゃんとした理由があるってことか。霊夢は他のキャラよりも圧倒的に運気がいいのは、皆さんも知っているでしょう。霊夢は賭け事なら敵なしと言えるほどに強い。なんといっても霊夢はとてつもない幸運というより予知能力に優れているので、賭け事に強いんですよ。例えば東方降臨道では、マリサとチンチロリンをして楽しんでいますよ。しかしマリサは一度も勝てないぐらい霊夢は運がいい。水長課でもスイカに何度も勝ったり、他のキャラからも連勝する場面が書かれているよな。そう、東方水長課では花札を鬼の四天王の一人であるスイカに教えてもらった後、スイカに連勝。その後も化けた抜きの大将マミゾウとマリサとでまた花札でも連勝しています。
この幸運が時には異変解決にも役立つんだよね。運がいい霊夢は確かに掛け事が似合っているって感じですよね。裏設定として霊夢が予知能力に優れている理由としては、制作者のズン氏が霊夢には予知する力を持っていてほしいという願いで付けたそうです。ほそんな面白い裏設定があったんだ。このように霊夢は他のキャラよりも非常に運気がいいキャラなわけですが、巫女がその理由がわかるというのです。そんな霊夢に対して巫女様がじっと見つめる。もしかして、関西の閉じ子がいながら霊夢のこと狙っているのか？聖徳太子は複数の妻がいたとされるので、あり得る話でしょう。いやそんなことないでしょ。というのは冗談で、なんと巫女が言うには霊夢は無意識に心霊を力を借りていて、それで運気がいいらしい。さすがは巫女だけあって心霊の力を借りていたのか。無意識にっていうのが天才肌の霊夢らしいですね。これは先ほども言ったように霊夢の勘の鋭さも繋がっている。レミリアなんかも霊夢の勘の鋭さを評価しているしな。勘がいいとはイコール運の良さだと私は思ってるんですよ。確かに賭博のチンチロとか勘の鋭さが重要だもんね。なので勘の良さも心霊によるものかもしれません。先ほども言ったように勘の良さは実は制作者ズンさんが霊夢には未来が予知できる子でいてほしいという思いで名前を付けたらしく、その結果無意識に心霊の力を借りられているのかもしれないと考察します。なかなか面白い考察じゃないか。あとは、霊夢の脇を拝みに来た心霊が気まぐれに助けるのかと。後者は意味不明です。ただ運とは借りるものらしく、貸したものは運気が下がるとのこと。じゃあ巫女は誰から運気を借りていたの？それは心霊病におびき寄せて捕らえたスイカです。マジでスイカが捕らえられてるじゃん。捕らえたのはフトの術であり、巫女も見事だというほどですよ。鬼の四天王を閉じ込めるってすごすぎでしょ。フトちゃんがあまりにも有能すぎますね。そんなスイカを助けるべくスイカの従者だと判明したみよいちゃんが動きます。でもどうやって？座敷わらしの特徴を使って、スイカの持つ息吹表に帰宅という名の転移を使って救いに行くとのこと。スイカは息吹表を持っていたよね。そこに転移して助けるということか。ただみよいちゃんはその帰宅方法についてわからなかったためになんとなくで色々やってみました。ほんとこのキャラ可愛すぎでしょ。帰ったよのやつが可愛すぎ。マミゾウの考察によれば座敷わらしとしてゲイドン邸にまだ住んでいるので、息吹表に引っ越しすればいいと息吹表のお酒を飲みまくって作戦通りスイカの持つひょうたんから出てくることができました。なので酒を飲みまくったせいでほろ酔いみよいちゃんが見られますが可愛すぎる。もともと天性の可愛さを持つのにほろ酔いだと天使すぎだー。結果なんとか脱出することができました。今回の回はいろんなキャラクターが大活躍していて、めちゃくちゃいい回だったな。心霊病組の活躍も久しぶりに見れてよかったですよ。また格ゲーなんかで出てきてほしいところだ。続いての新設定は霊夢のプライベートの服装です。あの霊夢が日常的な服装をするの？しかもとんでもない姿で、この回は太鼓ババアという太鼓を叩きながら人をさらうという妖怪が出たという噂が流れ始めました。また面白そうな妖怪だな。その妖怪について調査しようとゲイドン邸に来た少女がいます。その子がこちら。かわいい。誰ですか？このかわいい子。何言ってるんだい？この子こそみんなの主人公白霊霊夢だよ。このメガネをかけてる子が霊夢だって？いや確かによく見ると霊夢だ。しかも可愛らしい着物姿と麦わら帽子って、あまりにもいつもの服装とは180度違う服装なのでわからなかった人も多いと思いますが、これは霊夢ちゃんです。まず霊夢がおしゃれで伊達メガネ持っていたことに驚いているぜ。どうやら太鼓ババアについて調査するために、巫女服だと警戒されると思って霊夢は変装してゲイドン邸に来たようだ。巫女服以外にこんな可愛らしい女の子のような服装ができるとは意外すぎる。霊夢って昭和チックなメガネに合うんだな。そこなかなか面白い発見だよね。全体的にジブリ作品の風立ちぬみたいな昭和な服装をしている。かわいい。このようにプライベートでは霊夢はこんな可愛らしい服装をしていました。こちらの衣装の反応としては、可愛い苦しい変装バリエーションがどんどん増える。君子服衣装の霊夢いいね。これはもっと見たいわ。やっぱり霊夢は和装に合うな。といったようにかなり好評ですよ。これは可愛すぎだもん。ちなみに異変が発生した時は、汚れないように裾を持っていて、かなりお気に入りな服だということがわかりますよ。また本格的に異変を見つけたら脱ぎ捨てます。誰かに盗まれてなければいいが、このように霊夢のおそらくプライベートの服装はかなり可愛い感じのデザインとなっていますよ。伊達メガネを持つぐらいおしゃれさんだったのは意外だな。まあでも意外と霊夢は恋愛にも興味がある子なので自然といえば自然ですよ。霊夢の新たな一面が見れてよかったですね。案外霊夢の勝負服なのかも。ちなみにこの服装の時はひもパンらしい。裏で勝負しすぎでしょ。そして、今回の目玉キャラである東方獣王園で活躍した孫美天ちゃんの登場でいろんなことが判明しました。初の獣王園組漫画の登場は美天ちゃんはいいね。めちゃくちゃ仲良くなったサナエとの絡みが見たいぜ。今回は霊夢との絡みが見られますよ。まず孫美天についておさらいしましょう。もともとはぐれ猿だったのだけど、日白残夢と出会い、聖地の権力を持った霊を食らうよう勧められたことで、猿神という妖怪と化した経歴があり、最新作東方獣王園では、残夢によってそそのかされたカワウソ霊の役
ザ軍団の隊長吉兆や知恵の手下のふりをしてスパイをしていました。見た目はどう考えても孫悟空を意識していますよね。服装は緑と黄色青色に分かれたロングスカート。また服のデザイン、穴の開き方から見ても妖怪の山のヤマンバのネムノとのつながりを感じさせられるキャラとなっていたんだよな。こうやって並べるとそっくりですよね。服装は緑と黄色青色に分かれたロングスカート。服装が同じ理由はネムノと同じ妖怪の山のふもとにある聖域の森という場所でどちらも暮らしているから。この衣装はヤマンバたちの民族衣装なのかもしれないんだよね。まだこの二人の関係についてもよくわかっていません。ビテンちゃんは最近妖怪になったばかりで右も左もわからない状態だったので、ネムノオッカーに銃応援が始まるまで育てられた可能性もある。それめちゃくちゃ激アツ展開だな。そしてうちのエリートな受講生さんならある重要部分に気づいたんじゃないですか？そう、二人ともタワン。受講生巻き込むんじゃありません。どうやら聖域の森の真の正体はタワワの森なんでしょう。そんなビテンちゃんが漫画作品でついに登場。話は地獄鳥という異変が起きたことで始まりました。これは鳥たちが次々と倒れていく事件。その異変の発生源である聖域の森にレイムは向かいました。そして聖域の森にビテンちゃんとレイムが出会い一触即発。二人とも理由を聞かずに弾幕ごっこをするもんね。幻想郷の少女8の毛の多いことで、ここでわかるのはもともとビテンはレイムのことをさん付けで呼んでいましたが、呼び捨てになっていますね。そういえばそうだったね。ビテンは白霊神社にも訪れていたのでそこで仲良くなって呼び捨てになったのが予想されますよ。ビテンはから明るくて楽しい奴らしく性格がいいからね。そして勝ったのはなんとビテンちゃん。レイムに勝つなんてビテンちゃん強すぎでしょ。初めて水上下でちゃんとしたバトルシーンがあったのだけど、迫力満点でめちゃくちゃかっこいいんですよ。さすがは前回の水上下トラウマ会で紹介したようにカンコレの作者の水滝先生だけあるな。どうやらビテンちゃんが言うに、よくヤマンバのところから酒を積んでいたらしく、今年は自分で作ってみたところ、鳥たちが集まってきて追い返していたそうです。それで地獄鳥異変が起きたということか。ということは同じような服装をしていて、同じ聖域の森に住むヤマンバの坂田ネムノと一緒に暮らしているのではないかと思われてきたけど全然違うっぽいな。どうやら全然別々で暮らしているようですね。またどうやらザンムの手下から自由になったらしい。となると、ザンムはもともとあの異変限定で手下として使う予定だったっぽいね。さすがはインテリ系ですわ。またおそらくビテンちゃんがミヨイちゃん宛てに書いた手紙の字が日本語を習いたてのような字でした。最近人間の霊を食らって妖怪化できたから字は習いたてなんだろうな。じゃあ誰に習ったのかというと、東方獣王園のラスボスである日白ザンム様または帰結組の組長であるヤチエに習った可能性が高い。なるほど。二人は上司でありよく絡んでいたからこの二人になりそうだな。特にザンム様の可能性が高いですね。ヤチエよりも先にビテンと出会っていて、なぜかやたらと信頼されていることから考えるとザンム様の可能性が高そうです。ザンム様は賢いキャラとして登場しているし、虚無そうに見えて面倒見めちゃくちゃ良さそうだもんね。そう思うと字を教えてもらった親代わりのザンム様の関係はかなり夢がありますよね。そして地獄鳥の真相だったビテン流練り酒をレイムは食べてみたところ、非常に美味しかったようですね。ビテンちゃん練り酒作りの才能もあるんだ。そして奮発してたくさん作りすぎてしまったため、天狗に売ろうと考えていました。へえ、聖域の森は排他的なものが多いのにビテンちゃんは違うんだ。確かに周りはそうらしいですが、ビテンちゃんはそのルールを革命したいと考えているようです。なんてできた子なんだ。ほんといい子してあげたくなっちゃうわ。そんないい子にはやはり運気もやってくるということで、ミヨイちゃんのところですぐに販売することができるようになりました。その喜び方がこちら。うちの女房可愛すぎません。私もビテンちゃんが好きすぎて、わざわざ送料がかかるアニメイトで特典付きの方を買いましたもん。性格いいし、デザイン神すぎるし可愛すぎるし可愛いすぎるもんな。テーマ曲のタイニーシャングリラも神曲ですしね。結果今回の一番の情報の収穫はビテンちゃんが可愛いってことでしょう。ではラストに紹介する、獣王園で判明したことはマリサが妖怪に近づきすぎていたです。つまり人間の魔法使いから本物の妖怪の魔法使いになるってことだよな。よく二次創作でもネタにされるヤバい事件じゃないか。そう、よくマリサが妖怪になってしまいレイムが退治しないといけないといううつ展開がありますが、本当にそれに近づいていました。話の始まりはマリサだけが空に謎のもやが見えていたことから、それはゲイドン邸付近で消えたのでミヨイちゃんにそれを尋ねると、それは魔力の一種のようなものとのこと。そう言ってミヨイちゃんがもやとなりマリサを襲いかかる？やはりミヨイちゃんが黒幕で何か関係してたのかと思ったらまさかの夢落ちだったのです。そうだったの。ただ後日ミヨイちゃんとスイカの会話によればもやが見えていたところまでは夢ではなかったらしい。どうやらスイカがマリサに息吹票を貸してあげて魔法の研究をさせていたのが大きな原因だったようです。その結果妖怪に近づきすぎて無意識に幽体離脱をしていたようですね。そのもやはマリサ自身とのこと。幽体離脱しているけど、体側も意志があったということは分身的な感じになっていたということかな？マリサが魔法使いに近づいた結果そういう能力が一時的に身についたのかもですね。さらにもし妖怪になっていたらやはりレイムがマリサを退治しなければならなかったようだ。
公式的にその関係を拾われるとはな。それでマリサは大丈夫だったの？みおいちゃんの起点でお酒を飲ませて、記憶を忘れさせたことで解決に至ったようです。だから夢落ちみたいな展開になっていたのか。マリサが妖怪になったらもう東方プロジェクトが終わってたので危なかったですよ。ギリギリそうならずに済んでよかったぜ。それにしても新刊でまたいろんな面白い設定が分かったね。今後も水長化の展開に期待ですね。今回の解説を聞いてビテンちゃんが可愛すぎたと思った方は高評価を、私と同じようにビテンちゃんの元気な足に踏まれてみたいと思う方はコメントで教えてくれよな。また水長化の怖いトラウマシーンも紹介しているのでこちらも見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。